いやー危なかった。カルマリータちゃんには悪いけど、今回も俺様たちの勝ちだ。このデータファイルがあれば父ちゃんの仇が撃てる。あれはまだ俺が子供の頃だ。よく父ちゃんの膝の上で遊んでたっけ。俺様の一族は代々伝わる義族の家系。そして受け継がれた技をまとめたのがこのラクーナの秘伝書。その洗練を極めた忍びの技だが、そこには必ず守らなければいけない厳しい掟があった。義族たる者、名誉にかけて狙うは悪党のみ、善人からは奪わない。ところが俺様が秘伝書を受け継ぐことになった夜、突然5人のギャングがやってきた。奴らは俺を守ろうとした父ちゃんを、そしてとうとう見つけ出してしまったんだ。大切なラクーナの秘伝書を。奴らは俺様の全てを奪いやがった。きっと中に書かれた技を使って悪いことをしでかすに違いねえ。そして俺様は一人ぼっち町の孤児院に入った。だがここで素晴らしい仲間に出会ったんだ。天才発明家、頼れる相棒ベントレー、そしてマーレ。食いしん坊でちょっとドジだが憎めない弟分さ。仲間と一緒に俺様は父ちゃんの仇を討ち、そして秘伝書を取り返す。クーパーの名前に恥じない義族になれるか、それとも失敗してご先祖の顔に泥を塗るのか。さあ俺様たちの運命はどっちだ。これでやっとラクーナの秘伝書を奴らの手から奪い返すことができたってことだ。デアボリック5の連中、ローリー、マグショット、ミズ・ルビー、パンダキング、そしてクロックベルク。戦いは楽じゃなかったが、やっと秘伝書が本来の持ち主の手に戻ってきたってわけだな。もちろんここまで来れたのは頼れる仲間たちがいたからこそだ。二人とも大変だったろう。本当に感謝してるよ。マーレ、初めのうちは無理して強がってたくせに、なんだかいつの間にか結構いい根性を見せるようになっちまったもんな。そしてベントレー、彼の頭脳とナビゲーションがなかったら多分俺は最初のボスも倒せてなかったろう。信頼できる仲間がいてくれる、ありがたい話さ。もちろんこの可愛い子ちゃんのことも忘れちゃいけねえよな。もっと仲良しになりたかったんだけど、俺たちはまた追われる側と追う側に逆戻りってわけだ。と思ったら彼女本気であの約束を守ろうとしているらしい。俺に10秒の猶予をくれるみたいだ。9、8、7、6、5、4、3、2、1。ゼロ。あの野郎。いや正直ちょっともったいないとも思ったんだけどさ。でもな、またカルマリータとは近いうちに会えそうな気がするんだ。そしてついにラクーナの秘伝書が完全に元の姿に戻った。子供の頃初めてこいつを読んだ時と全く一緒の姿に。俺のご先祖たちもみんな父親からこの本を手渡され、そして子孫に引き継いでいったんだ。ただご先祖たちはみんなこの秘伝書を引き継いだけど、俺は全部自分で取り返したんだ。デアボリック5の連中を倒すことで秘伝書の技は俺のものとなっていった。そして全てを取り返した今、これからは俺が新しいページを書き加えていくことになるんだ。それも楽しそうだな。